こんちは。パート7やっていきます。今回も前回に引き続き、ラー1と奥への育成になるよ。立ち、片手ときて、次は双剣ですね。双剣は、田吹ほどいい発掘を持ってないけど、津村睡眠のがあるのでこれ持っていくよ。406は、期待値的には上から3番目ですが、手数武器、特に、双剣は属性も重要なので、十分実用の範囲内です。406は、会心が高いパターンなんで、状態以上の双剣は、特殊会心と相性が良いメリットもあるね。睡眠は、生産に、永訣のクラウィスというのがありますが、406パターンは、極限強化したクラウィスよりわずかに期待値が高いよ。この鉄線は睡眠の値、スロット、切れ味、すべてでクラウィスを上回ってますね。ただ、この鉄線は、ケチってレベル1のままなので、本当はあと 15% 会心伸びます。半信半疑で磨いたら、意外に強かったんですよね、これ。属性値最低だけど、そこはさすが双剣で、めちゃくちゃモンスターが寝るよ。モンスターの状態異常耐性は、麻痺より睡眠に弱い傾向があります。猫の特殊攻撃術で、睡眠200にブースト。モンスターの耐性値は、50か100刻みが多いので、属性値を200や250まで上げると効率が良いです。ラーの睡眠耐性は初期150だったと思うんで、どこまで効率的かは不明だけどね。さ、じゃあやっていこう。4G では、マルチでよく使ってましたが、過去作では、双剣メインでプレイすることが多かったです。4G で突進連弾が追加されて、ますます楽しい武器になったね。非人海外でも手数を出せるのはかなり革命的でしたね。4から 4G で、シャークの次にデコ入れされた武器種じゃないかな。4はいろいろもっさりしてましたしね。そう考えると、4G の功績ってでかいな。今は当たり前の仕様も、初実装は 4G から手の多いですしね。4G から4に戻ると違和感すごいよ。あ、出ました。この間に、ドイスト交流石を使おう。体験みたいに寝起きドッキリはできませんが、それを感じさせないくらいには睡眠双剣が強いです。とにかく寝かす頻度が異常なんだよな。物理火力も結構出ますしね。お、このしびれ罠のかけ方、懐かしいですね。マルチでよくやるやつね。それじゃ、ランブタイムだ。起きたと同時に罠が発動。頭に張り付いて仕掛けるだけなんで、お手軽なのがいいの。ソロだと、発見モーションとあまり変わらないので、そこまで活かせませんが、怒り以降でキャンセルされそうな場合などに有効です。状態異常値も恐竜解除値ももりもり溜まるよ。エフェクトも派手で楽しいです。はい、もう2回目の睡眠ね。やはり睡眠双剣、強すぎる。で、そのまま解除まで。これぞ発掘武器って感じです。睡眠武器は、物理性能が抑えめな傾向があるけど、その理由がよくわかるね。睡眠って状態自体が強いですしね。やっぱ双剣強いわ。耐性の上昇を感じさせないくらい寝ます。はい、これ5回目の睡眠ね。まだ7分も経ってないですけど。ただ、さすがにこれは極限じゃないから、ここまで寝てるだけね。続撃使えば、似たようなことはできるけど。お疲れ様です。7分台でした。ここまで早いと思わなかったよ。一応報酬タイムです。基本的に、135以下で報酬に期待することはないけど、恐竜結晶が集まるのだけはメリットかな。マカレン金とか、アイテム装飾に使えますしね。極限だと極竜玉になっちゃうから、意外に不足するんだよね。ほい、じゃ、次は総中魂でもやってみよう。ラーコンは初ですね。総中魂は相性自体はいいと思うけど、やっぱ隙がでかくて、そのケアがちょっと難しいと感じるね。最高倍率のマヒコンでやりましたが、睡眠双剣の方が早かったですしね。おーしやってくぞ。あ、先言っとくと、結構ぬらりました。普通に、今後操作自体が幅広くあります。未だにどの連携が軽く出るかとか、曖昧でやってるからな。ノリで使ってきた末路。とはいえ、これも先言っとくと、それでも、立ちより明らかに早かった。もう立ち先やめましょう。ちなみにコンは、4から 4G の変化はあまりないよ。エキス時間延長の追加くらいですかね。ただ、
玉源との相性はあまり良くないので、そこが個人的にあまり担がない理由かな。効果 V からエキス取れないんですよね。石使わないと、戦う土俵にすら上げてもらえない感じだからね。あ、もちろん、これはラージャンの話なので。ゲーム全体で見れば、総中魂は最強格の武器種だと思いますよ。ギルクエは、そもそも出ないモンスター多いからね。どうしても、話の基準がラージャンになりがち。お、1回目のマジです。双剣の後だと遅く感じるの。そもそも、ラージャンの麻痺耐性が睡眠より高いので仕方ないですね。さすがに麻痺も強力なんだけど、睡眠も発覚モーションがあることを踏まえると、殴れる時間って意外に差がないね。発掘武器は、属性と攻撃力に関連がないので、純粋にどちらの方が多く殴れるかということが重要になりますね。マルチだと、麻痺と睡眠それぞれ良さがあるけど、超だと睡眠の方が上な印象かな。その分、睡眠がつく確率は、状態以上の中で一番低いです。発掘武器につく属性にも、つきやすさに差があるんだよね。攻撃属性だと、竜が一番つきづらくて、次が氷だったか。このデータでは、そこそこ睡眠が出てますが、高倍率の睡眠力は本当にレアと言えます。これとは別に550時間やったデータがあるけど、一番の当たり体験が1728スムラ無属性のスロミだったからね。発掘武器の性能を入力すると、入手確率を算出してくれるサイトがあるんですけど、1728スムラ水のスロミは 0.0007% で掘れるらしいです。平均、発掘するまで13000時間かかるって。半日掘り続けて3年弱ですから。こんなガチャがオフゲーで楽しめるなんてね。あれ、なんかまた合流してる。煙使ったけど遅かったわ。でも、そろそろ倒せると思う。今回クエイク生して思いましたけど、ほぼ確実に乱入されてますね。そうなのよ。これ結構ストレスで。玉源の方が全然楽じゃんって思ったわ。敵が強いより自由に動けない方がめんどくささ上がりますからね。終わった。お疲れ様です。7分台、さすがに早かったね。まだ動画時間余裕ありますけど、どうします？そうね、体験でもやってみようかな。なんだかんだ体験一番ですよね。久々にあれ使おうかな。あれ？これよこれ。ログレギですか。生産最強の一つですね。体験は、ログレギとブラミラがあれば、あといらないよ。ただ、ブラミラはイベクエがないと作れないので、なんと今から始める方は、作ることができません。GX ハンターの防具も作れないし、結構でかいハンデだよねこれ。イベクエは SD カードに保存なので、中古ソフトを買ってもダメですしね。先日、SD カードのバックアップを取ったついでに、フォルダ見てみたんだけど、ファイル名が暗号っぽくなってて、どれがイベ系データか全然わからんかった。DLC を持ってる方は大切にしましょう。久々のロムレギじゃ。見た目かなり好きです。抜刀時に刃が開くのかっこいいよね。さすが、パッケージモンスターが武器ですね。素材元はさぞすごいんだろうな。4G では確かに目立ってたけど。よし、ちょっと馬ぶるぞ。馬ぶり？ムートンからのコロリン強タメコンボですね。これ、なんか強者ブレて好きなんだよね。一発目で起こらない、非極限限定でできることですね。もちろん、抜刀キックから派生するやつも好き。テオ体験やるとき使いましょう。レギオンの話に戻るけど、回避の回で切れ味の回復なので、発掘より気持ち回避を重視してるの？多少強タメとか混ぜても、紫から落ちることはほぼありません。翼源部位に弾かれたりしちゃうと、ケアが必要だけどね。発掘体験と比べて、レギオンの性能ってどんなもんですか？さすがに1728スムラなら2から3分差がつくけど、逆に、それ以外の中途半端な発掘は、大体レギオンでいいじゃんってなるの？やっぱり紫牛は偉大なんですね。発掘採用ラインは、1584スムラ、属性、スル1以上ってとこかな。1584白長スだと、レギオンの方が期待値上です。実際マルチが動いてた頃も、
ファンストでレギオン担いでる人大勢いたからね。微妙な発掘持ってこられるより信用できますね。ペダンマギュラと同じような理屈だね。そういや、ペダンも入れ食えないと作れませんね。ペダンはガチ一強レベルだから作れないのきついよな。あ、ラー恐竜化ですね。レギオンは素で関心があるから。定点攻撃も悪くないのポイント高い。レギオス武器は全強化段階で強いので、攻略中も非常に頼りになります。そうそう。攻略中といえばパート6で言ってた1から 4G 攻略するシリーズは11月10日の週には始められると思うよ。今、機材とか揃えてるので少々お待ちください。我々としても1からプレイできるの普通に楽しみなんだよね。エンドコンテンツがある最近の作品ではクリア後が本番なとこありますけど、〇〇を倒すために〇〇を作ってみたいなのがモンハンの本来の楽しみ方ですしね。A を倒すために B の素材が必要。でも B を周回するには A の武器が必要で、みたいな。そういうの、モンハンしてるなって感じますね。クエストの方ですが、また合流してます。ジョー以外にも、バサルアシとカオウガとか、いろんなお友達が来てくれます。135以下より140の方が絶対簡単なんだけど、開発も極限に乱入割はさすがにまずいと思ったんでしょうね。極限より乱入の方があかんことが証明されちゃったよ。極限が楽だと思うのは、ビルクエ廃人だけだと思いますが、同じエリアに2頭以上が出現するのって、ただの運ゲーだから嫌いなんだよね。普通の2頭クエは、合流を阻止したり、ある程度戦略的に動きますしね。てなわけでそろそろ討伐かな。オルガが行く先々にいたので、かなり時間取られちゃいました。8分台って、双剣やコンよりかかってるな。まあまあ、体験は、極限との相性の良さも、強さの理由だったりしますし。じゃ、3回目の報酬タイムどうぞ。レア級がありました。今更だけど、アギトが掘れるクエは、登録済みのものじゃこれだけかも。アギトは、かなり武骨な感じなので、好きな人は好きそう。昔ラーラーばっかやってた頃は、アギト以外掘りたいって思ってたな。一番好きなのはジークムントです。よし、じゃ、今回はこんなもんで。次回は、また140やっていきます。ほいじゃ、次の動画で。またね。